三国志8、リメイク。予想外に蘇樹と孫権から侵略を受けたものの見事返り討ちにした我らが田中。さあドラを鳴らし軍を進め反撃を開始せよ、蘇樹、けじめの時間だー。牧羊から攻めるとこちらの援軍が受けれないがゴリ押しで戦うぞー。南皮から平原攻めた方が援軍得られて楽だが、今更移動めんどいしな。そういえば他都市の兵士が勝手に減ったり増えたりしてて、なんじゃこれと思い確認したら都市方針の設定が任意だった。おい。内政や攻略輸送が設定できた模様。陳旧山や洛陽は呂布に隣接する危険地帯なんで、勝手に兵を輸送しないでください。気づかないうちに最前線の兵を数の少ない後方の安全地帯に送ってたりしたかもな。ついでに技術書余ってたのでども解放。お、陳軍さんの発明発動、技術書1枚節約あったーす。蘇樹劉備の同盟がいつの間にか復活してて、こいつが援軍に来そう。ついに三国志の主人公的なあれ、劉備張飛関羽の三兄弟と戦うことになりそうだな。だが曹操軍を取り込んだ我ら、武将の質で負けることなし、多少の不利も関係ない、このまま攻め込むぞー。てなわけでこんな感じの豪華メンバーでお送りいたします。芝居副将にするくらいなら応用外せよ。芝居は史実で宗師を裏切って義の実権を握った危ない存在。この世界では宗師復権を試みクーデターを起こし失敗した応用に権力を持たせ、田中政権を盤石にするのです。という設定。ただの妄想じゃねえか。てっへ今こそ攻撃で戦場につき芝居に聞くと、敵援軍に劉備軍が4日後にやっぱ来る模様。戦場は右に大きく迂回すれば櫓はかわせる、地味に面倒な地形だな。騎兵の多い編成だから山登りきついし西側から攻めようかな。だな。今こそ我らの力を示す。それでは田中の蘇樹反撃の戦い、開戦。そして視界が開けると目の前に敵がすでにいたけん。お、芝居が罠発見。こりゃもう敵が動く前に仕留めざるを得ない。スカ蘇樹よ、自分の息子の祖国を敵軍本陣目の前に配置とか、かわいそうにも程があるぞ。趙雲の一撃離脱に続き、加工トンも一撃離脱。行軍使ったちまちま攻撃。田中は邪魔になりそうな櫓に照射。壊しきれなかったが半回。とどめは動けるデブ横領、とはいかず。しゃあないので巨々がきっちり破壊しました。先行は義兄弟巨々がゲット。祖国は賞金が矢で攻撃したけど微妙残り。無茶配置された祖国、ギリ初日を生き残ったな。まあ翌日速攻で趙雲に撃破されました。哀れ。次の櫓を攻める前に陣列を整えろ。奮起こしつつ少しだけ進むのだ。今日は櫓の攻撃範囲に入らぬよう移動してフィニッシュ。翌日第2の櫓前で待ち構えてた帝育に趙雲が連撃。強行発見、カードゲーなら SR ぐらいの強いやつだ。敵対象蘇樹も都市前にいるのを発見。総国の蘇樹、田中を見つけ張り切っております。お次は加工トンが飛車でしっかり帝育を削り、お邪魔な櫓を顔料が照射で攻撃。田中は温存して通常攻撃からのヒット&アウェイ。文集は戦意が足らず通常攻撃。でも帝育すでに壊滅一歩手前。総人が記載の混合笛を発動。これ副将でも発動するのな。防御の硬い重装歩兵がさらに硬くなったぜ。壊滅寸前の帝育が加工トンに罵声。これ兵力少なくても威力変わらないから地味に嫌。前方も趙雲に罵声。己この電家の面汚しが4日目の朝になって櫓の反撃。こう狭いと櫓壊すのも一苦労だ。ここで蘇樹軍の援軍2部隊と劉備軍の5部隊が到着。援軍で敵の兵力の方が多くなっちまったぜ。さて罵声で戦意下がってる趙雲の通常攻撃で、サクッと帝育を処理。さらば帝育、罵声しかできなかった悲しい男。そこそこ強い長江が加工トンを吸収。でもダメージ戦に満たず、ほんと田中軍強い武将ばかりになったぜ。叩かれた加工トンは長江を無視して櫓を攻撃。まあ櫓の方が痛えしな。顔料が長江前まで進めたけど戦意が足りないので罵声。大の大人が戦場で口喧嘩バトル。日本の戦国時代でも言葉戦いとかありますしお寿司。櫓に突っ込めー。櫓に牙突撃するサラリーマンの図。攻撃は貫通し奥にいた電報も2300のダメージ。続いて曹操が加工トンと連携して照射を使い、第2の櫓も破壊に成功。さすが曹操味方になるとマジ強いな。
お次は王領が吸収して電報の混乱に成功。即座に立て直混合笛でめちゃかた巨巨が長江に合撃。お、巨巨が一騎打ち申し込んでるぞ。相手はそこそこ強い武力92長江。でも巨巨の武力は97。これは勝てるでしょ。はい、巨巨さん格下に敗北です。兄じゃありゃりゃ、戦意はともかく兵士が2500も減っちゃったよ。よくも巨長、賞金、やっておしまいなさい。一騎打ちで勝とうとも、多勢に無勢ではどうにもなるまい。しかし蘇樹軍も結構な粘りを見せ、王領に蘇樹が火矢を追いかけ、前方も劣化で炎上。おがっつり削られちまったぜ。翌日義兄弟長雲がサクッと長江にとどめ、巨巨の仇、とを撃ったどー。てか巨巨軽傷を負っただけだけどな。顔料、蘇樹は殴ると反撃が痛い、記者を食らわせろー。田中も続いて記者をお見舞いしてやれ。やっはー、一方的に攻撃だー。反撃受けない攻撃で、ちまちま蘇樹を削ってやれ。お次は曹操ががっつり攻撃で電報を攻撃。電報フルボッコスタート。追撃で文集が吸収。すでに混乱してるのに状態異常戦法の無駄遣い。王領連撃でとどめだー。田中の真似してバット持っても貴様では相手にならぬわ。多分それバットではねえよ。そしてここでどこにいるかわからない宝中が策略を実行。総目海兵。前線の部隊たちが一日動けん。だが敵も蘇樹しか見えてないから被害もほぼない。兵が横と置かぬ。兵が横と置かぬ。兵が横と置かぬ。被害は顔料が戦車で1000減っただけ。策略使うタイミング下手くそか。てか蘇樹以外はどこにいるんだろ。まだ敵10部隊残ってる。敵援軍の優備軍も一向に姿が見えないぜ。あ、宝中はのろし台前か。がっつり攻撃食らってしまった王領を今のうちに回復。女性武将加入で治療使える副将も増えております。じゃあのドラの音とともに本陣目の前に敵が出現。あ、これは初の本陣狙われてるパターンか？急いで戻らねえとやべえぞ。総国田中軍との戦いに燃える蘇樹が劣化を発動。ダメージは大したことねえな。そして長雲が本陣に戻るとそこには優備軍の長蛇の列が。王冠羽長飛がいるぞ。兵力差は覆ってるけどこれはさすがに苦戦するかな？蘇樹への攻撃の手を緩めるな。顔料、連撃を放て3000ダメージ、いいのが入ったぜ。兄者、治療いたしますぞ。優備軍と激突する前に準備を整えておくのだ。そうよ、撹乱を使い蘇樹を足止めするのだ。確率 76% を引き当て見事蘇樹の足止めに成功。これで明日には倒せるかな？一騎打ちの赤敗で無駄に兵を減らした巨長治療を。一騎打ちの後どこかに消えてた兵士、なぜか治療で帰ってくるの巻。うわぁ、顔の赤いすごいヒゲの人だったー。もう突で反撃なしで田中に1300当てるとはなかなかやりおる。王領も本陣防衛に回ってもらって群衆を治療で完全回復。さあ優備軍を蹴散らす準備が整ったぜ。吉賀生、今が策略を実行する後期、優備軍に我らの戦い方を見せつけてやれー。行くぜ、総目海兵。これでヒゲたちは一日動けん、一気にボコってやれ。動けぬ優備軍に巨長が劣化でファイヤー。付近長飛が炎上。したと思いきや作優が長飛を治療して完全回復。燃えた人でも蘇る。これが治療の極意だ。賞金がいい感じに乱射をヒット。でも連携ないからダメージショット。電よ、また電家のやつが出てきたぞ。敵が目の前にいるのに一人落とせに本拠を攻撃するとは、この電家の面汚しが蘇樹軍の心配も本拠攻撃してるぞ。まあまだ耐久あるから大丈夫っしょ。8日目に入りまずは長雲怒りの3部隊貫通突撃。一撃4000ダメ、連携なしでこれはうまい。蘇樹攻略部隊は加工トンが連撃で崩壊寸前まで追い込むことに成功。あとちょっと。最後は顔料の通常攻撃で蘇樹、終了。総国田中に悪態つきながら敵総大将隊キャーク。残った部隊の戦意が下がった。この気を逃すな。さあ田中、あのヒゲを縮れ毛にしてやれー。グレンの好みだからでヒゲ、田中ファイヤー。合計7300ダメージ。蘇樹を倒した加工トン早々顔料は、残る蘇樹軍を掃討するためのろし台に向けて進軍。続き群衆の2連携突撃。三国志演義とかだと親友顔料を関羽にやられ仇を取ろうとしてやられる話が多いけど、この世界じゃ群衆は負けんぞ。動けるデブも準備 OK。田中との2連携通常攻撃。これでヒゲの兵力は3800、もう恐るるに足らずだぜ。しかしそんな王領に災難降りかかる。兵力6300しかいない長飛、関羽との連携で一撃4000、この赤だるまパネーな。
うちの赤だるま画星がこっそり乱撃。やっぱ連携メイトダメージは少ねえな。目に焼き付けよ。兵力満タン巨著の乱撃。お、これは3000いったぜ。燃やせ燃やせ、ヒゲを燃やせー。賞金田中の2連携ファイヤー。一緒に放火でなかなか上がらなかった表面上昇。電気の面汚し電魚が画星に延射。ジョーストの2連携は痛いから敵に使われると厄介だぜ。うお心配が乱射。意外と敵軍前線しておる。敵の包囲が完成した。今だ超運、劣化で火の海にしてやれー。連携のために近づきすぎたのがあだになったな。連携を狙ってたのはこちらも同じよ。かかれ書かれた中の車が噛んだ。義兄弟3連携で敵3部隊が一瞬で爆散。一撃22000、貴様こそ真の番沸騰よ。その頃やっと曹操たちはのろし台に到着。この調子なら先に援軍部隊が壊滅するかな。そしてヒゲ以外見せ場のなかった関羽が群衆の連撃で壊滅。こっちの草木海兵がうまくはまったこともあり、三国志最強の一角、ほぼ何もできず終了。張飛も残りわずか、横領、畳みかけよ。無駄に突撃でカッコつけるも倒しきれず。まあ炎上してるし壊滅は時間の問題よ。だが諦めない張飛、わずか400足らずの兵で画星に1000近い損害を与えた。はい、画星のお返しパンチ。赤だるま勝負は画星の勝ち。この電気の面汚しが画星なめくの嫌がらせしてんじゃねえよ。最後は賞金が冷やで焼却処理。初期に田中の家臣になってたらエース級で扱ってもよかったが、今となっちゃただのモブだぜ。回戦10日経たずに敵援軍壊滅であります。移動中の超運、暇つぶしで風向きを変える。暇つぶしで天変地異を起こすな。先行稼ぎ。櫓の守備兵たちに加工トンが突撃。そうそう加工トンは連携できるからセットで使うのが良さそうだな。で加工トンをちょい下げて顔料をイン。そして劣化じゃー。のろし台が邪魔で身動き取れまい。敵兵をすべて焼き払え。うわぁ、あちちち、急に風向きが趙雲が風向きを変えたせいで田中燃えてて草。そして1200の乱世の勧誘が放つ、歩兵金枠戦法、槍ブスマ発動だー。5タイルの範囲攻撃、のろし台までダメージ入ってるぜ。兵力少なく連携なしでダメージほどほどだったけど、そこは加工トンがフォローして吸収で砲柱を壊滅。最後に残ったモブな応酬を顔料が吸収してフィニッシュ。数では負けてたが、戦ってみたらこちら3万程度しか被害のない楽勝だったな。我々の勝利、勝ち時をあげよ。ガーあったどー。皆の者、勝ち時をあげよう。とりあえず捕まえた全員の投与を試みた結果、結構強い右近の投与に成功。曹操軍吸収前だったらエース級で歓迎だが、今じゃ一般武将だぜ。MVP はナイス車がかりで田中。今回はボロボロになるまで戦ったのに、横領の先行はいまいちでなんかかわいそう。まあこの世界は完全成果主義なので仕方なし。朝廷の使者がお見えになりました。電柱、多くの都市を治める貴殿の名、朝廷までよく届いておる。陛下は貴殿を公に報じると仰せだ。はは、仰せのままに。いよ、田中公爵。こうして元サラリーマンの公爵が誕生した。戦い続けた結果が朝廷に認められてよかった。心得もいっぱい溜まって軍事がほぼ埋まったよ。編成可能な兵士数増加の金枠特技風に大手だ。そして季節は移ろい。成人した中軍に加入した武将がいるようです。王楊宗の息子の楊東。なかなかに強いが階級が9品間からだから編成できる兵が6000だけ、ちょい使いづらいぜ。まあ武力は高いから誰かのボディーガードとかに使えるかな。そういえばカットされてるけど、結構な頻度で呂布軍の挑戦が金銭を持ってくるよ。面倒だからまとまった金額で一度で持ってこい。さて残る蘇樹勢力はあと1国、兵力は2万5000。これはもう完全に消化試合だな。てなわけで援軍込み総勢15万で攻めたった。2万5000相手に鬼かよ。今こそ攻撃。芝曰く、4日後に劉備軍の援軍。加工トンを囲み、才の不当不屈で士気を上げつつ進軍し、3日目に蘇樹と激突。前回巨著が一騎打ちで敗れた長江に群衆が一騎打ちを挑み、無事勝利しリベンジ成功。群衆の蘇樹は田中の連撃で瞬殺。3連携連撃だけで普通に1万くらい消し飛んだ。残った心配も曹操が槍ブスまでオーバーキル。こうして蘇樹最後の戦いは開戦4日のスピード勝利で終わったのであった。さらば総国蘇樹、フォーエバー。皆の者、勝ち時をあげよう。
お楽しみの武将登用タイム。14名が田中の仲間になった。数が多いと誰が入ったかわからん。後でチェックだ。 203年1月、蘇樹軍の勢力は歴史からその名を消した。そしてこっそり演術が有料に降伏して滅亡。しれっと有料都市2つゲット。では総国蘇樹の勢力を滅ぼしたところで地図で周辺の様子を確認しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。宿敵蘇樹も滅ぼしたサラリーマン公爵田中、目の前に立ちはだかるヒゲたちも一周。このまま一気に天下統一の覇業を成し遂げられるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。